こんにちは。日本語コーチのしおんです。今日のテーマは日本の生活ってどうということについてお話ししていきたいと思います。このテーマにした理由が2つあって、1つは日本語を勉強している皆さんは日本の文化や日本での生活について気になっている方が多いんじゃないかなって思ったのと、2つ目が私自身が実は今年の6月の末までフィリピンのセブ島に1年半住んでいました。海外に住むと日本と海外の違いがたくさん見えてきますよね。今回はその中から特に印象的だった気候や季節、あとは家の借り方とか家のタイプ、あとは日本に帰ってきて感じたこととか、日本ならではのイベントだったり、あとは食事の違いについてなどなどお話ししていきたいと思います。動画の最後には視聴者特典としてプレゼントを用意しました。ぜひ今回のエピソードも最後まで聞いていってくれると嬉しいです。ではエピソード4スタート。はい、まずは季節とか気候についての違いです。私が住んでいたフィリピンは一年中常夏でした。皆さん常夏って知ってますか？常夏っていうのは常に夏っていう漢字からできているんですけど、漢字の通りずっと夏のような気候でした。日差しがとっても強くって外に出るともうすぐに日焼けしてしまうような感じです。日本は皆さん知ってると思うんですけど、四季がありますよね。例えば春とか夏、秋、冬の4つですね。夏は結構暑いんですけど、冬は雪が降ったり寒くなります。そして春や秋は気温がとってもちょうど良くなってすごく過ごしやすい季節です。でも春は花粉で結構辛い方もいます。花粉って知ってるかな？なんか木から出てくる花粉が空気中に舞って、それで結構アレルギーを起こしてしまう症状を持っている方が結構日本にはいて、私も実は花粉症です。春になると鼻がムズムズして目が痒くなったりとか喉がイガイガしちゃう感じです。でフィリピンにいた時は春がなかったので花粉の症状が全くなくてとっても快適でした。それはすごく気に入っているところです。はい、でも季節があることで、季節ごとのイベントとか楽しみがあるっていうのはすごく日本のいいところだなって思います。日本では季節の行事イベントがとっても多いです。例えば春はお花見ですね。お花見は桜を見ながら桜の木の下の近くでご飯を食べたり、あとはアルコールを飲んだりするイベントのことなんですけど、私が住んでた北海道ではよく春になると花見をするときにバーベキューをしたりしていました。とても春を感じられるイベントで私の好きなイベントの一つです。夏は花火大会とか七夕祭りですね。七夕についてはまた別の動画でも解説するんですけど、日本にはそういったお祭りがたくさんあります。はい、みんな浴衣を着ておしゃれをしたりしていきます。はい、夏祭りぐらいですかね。日本人が浴衣を着る機会ってほんとそんなになくって、夏祭りになるとみんな浴衣を着てお祭りに行ったり花火を見に行ったりします。今年はちょっと花火大会に行けてないので、どっかでチャンスがあったら行きたいなと思います。はい、あとは秋ですね。秋のイベント皆さん何があるか知ってますか？はい、有名なのはもみじ狩りですね。もみじって知ってるかな？日本にはもみじの木っていう木があって、その葉っぱが夏は緑なんですけど、秋になってくるとだんだん緑から黄色になって、黄色からオレンジになって、オレンジがちょっと赤っぽくなっていくっていうのが紅葉っていうんですけど、それがすっごく綺麗な景色になって、春でいうお花見みたいな感じで景色を見ながら楽しむイベントです。そのもみじ狩りっていうのは紅葉して落ちた葉っぱなんですけど、それを拾ったりとかして楽しむことをもみじ狩りって言います。よくハイキングをするイメージですね。山をハイキングしたりとかもみじを拾って楽しむようなイベントです。はい、あと冬ですね。冬はいろいろありますよね。日本でもクリスマスを祝ったりしたりもするんですけど、お正月はみんな家族で集まって、おせちっていうすごい豪華なお弁当みたいなのをみんなで食べたりとか、お餅を食べたりとか、あとは年越しそばって言って31日の日に
そばを食べる風習があったりとか、あとは1月1日には初詣って言って、新しい年になった時に、神社とかお寺に新年のご挨拶みたいな感じで行くことです。例えば1年健康でありますようにとか、怪我なく過ごせますようにっていう風にお参りしたりします。こちらについてもまた詳しく別の動画で1本撮っていきたいと思います。はい、そういった感じで春夏秋冬って結構いろんなイベントが日本にはあります。フィリピンは季節がほとんど変わらないので、こういった行事は結構少なめだったかなと思います。あとフィリピンに住んでた時に一番びっくりしたのが、クリスマスが9月から始まるんですよね。で9月を過ぎるともうクリスマスツリーが街で飾られたりとか、街の装飾とかもどんどんクリスマス仕様になっていきます。最初フィリピンに来た時にとってもクリスマスが長いことにびっくりしました。あと季節で言うと、日本では季節が変わるたびに食べ物とか服装とかも変わります。皆さん衣替えって聞いたことありますか？はい、衣替えっていうのは、例えば冬になったらタンスとかクローゼットの中を夏服から冬服に変えることを言います。季節によって結構ファッションが違うのも日本らしさの一つかなと思います。はい、あとは家の借り方ですね。家の借り方と家のタイプが結構全然違うなと思っていて、私が住んでたフィリピンでは家具とか家電、テレビとか冷蔵庫とか電子レンジなどがもう最初からついている、アパートとかコンドミニアムが多いなと思いました。契約も結構シンプルで、日本の場合はほとんど家具家電がついていないお家がまだまだ多いです。もちろんコンドミニアムみたいに家具家電がついてるお家も最近は増えてきたんですけど、ほとんどの場合は家具家電はついていなくって、新しい家に引っ越して自分で揃えたりとかしていきます。あとはそうですね、日本だと契約の時に敷金、礼金、あと保証人というものが必要になってきます。ちょっと手続きが複雑で、それに比べてフィリピンでの家の契約はとってもシンプルでした。これはオーナーにもよるかもしれないんですけど、私が住んでたところのオーナーと普通にやり取りをしながら家賃を払っていくだけのシステムで、すごくシンプルでしたあとフィリピンに行って一番驚いたことなんですけど、バイクがめちゃくちゃ多いんですよね。道を走ってるとバイクがとにかく多くて、最初びっくりしました。日本ではもちろんバイク走ってるんですけど、フィリピンとはもう圧倒的に数が違いましたね。フィリピンは本当にバイクの量が多くて、初めて私もフィリピンでバイクに乗りました私が乗ったのはバイクタクシー、いわゆるバイタクって呼ばれるやつで、タクシーですね。タクシーと同じように行きたい目的地を伝えるとバイクで連れてってくれるっていうサービスがありまして、ヘルメットをかぶって後ろに乗るんですけど、風を切って走っていく感覚が結構初めてで、最初の方はちょっとだけ怖かったです。でも1年半も住んでいたのでバイタクをよく使っていて、後半はすごく乗りこなしてましたあともう一つ印象的だったのがジプニーっていうバスですね。これは多分フィリピンにしかないのかな、他の国にもあるかもしれないんですけど、はい、これはなんか乗り合いバスみたいな感じで、結構カラフルなデザインでめちゃくちゃ可愛いんですけど、はい、それが街中にたくさん走ってました。なんかタクシーみたいな感じで手を挙げて止めるんですけど、なんか面白いですよね日本ではそういう自由に乗ったり降りたりできるバスはないので、なんか面白かったです。はい。あとは料金もすごく安く乗れるので、地元の方とかも結構大切な移動手段として使われていました。あとですね、日本は結構特殊だと思うんですけど、食事が全然違いますよね。フィリピン以外でも韓国とかオーストラリアとかベトナムとかいろいろ海外も行ったことがあるんですけど、食事はやっぱり日本は全然違うなと思います。日本はお米が主食ですよね。でご飯があって、あとはおかずがあって、あとお味噌汁がついてるみたいなのが比較的一般的な日本の食事なんですけど、フィリピンもお米が主食ではあったんですけど、おかずは肉料理がめっちゃ多くって、味付けとかも結構濃くって甘めのものが多かったなと思います。
結構日本は比較的あっさりした味付けだったり、あとはだし文化なので、だしで味をつけていることも多いので、結構あっさりしているんですけど、フィリピンは結構こってり系の味が多かったです。今話した以外にもたくさん日本と海外の違いだったり、私が実際フィリピンに住んでみて感じた違いたくさんあったんですけど、いくつかご紹介しました。まとめると、日本は結構四季や行事が生活に結構深く関わっていて、季節ごとの変化を楽しむことができます。一方でフィリピンは一年中温暖で結構暖かくて、人の移動手段とかも、あと食事の文化とかも全然違うなと感じました。それぞれに魅力があって、私はどっちも好きだし楽しいなと思います。あと海外に住んでみたからこそ、日本のいいところにも改めて気づいたし、もっとこうなったらいいのになって思うことも、改善できそうだなって思うところもたくさん感じました。こちらについてもまた別のエピソードでいろいろ撮っていきたいなと思います。日本のいいところと日本の直した方がいいところですね。はい。について私の価値観にはなるんですけど、また別のエピソードでお話ししていきたいと思います。はい。今日のエピソードでは日本とフィリピンとの違い、海外との生活の違いについてお話ししてきました。皆さんが住んでいる国の生活と日本の生活、どんな違いがありますか？ぜひコメントなどで教えてください。ここまで聞いてくれた方に今日も特典です。日本の季節のイベントカレンダーをノーションで作ってみました。はい。日本にはたくさんイベントがあるんですけど、そのイベントをまとめたカレンダーをちょっと作ってみたので、ぜひ、こんなイベントがあるんだなとか見てもらえると嬉しいです。概要欄のリンクから無料でダウンロードができますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。